ございます。現在私は羽田空港に行って、今から6時間ぐらいかけてタイのバンコクというところに初めて行くの。今回は撮影の仕事でタイに行くんだけど、ちょっとだけ観光したいなと思って。というのも私タイに行ったことがなくて、もう5秒に1回ぐらいアナウンスが鳴って、なんか喋りながら動画を撮れる雰囲気だよね。このサンドイッチを買ったから食べる。あとはトッポ、これ大好き、最近大好き。あと水も。もうさっきから黒田さんという方が50回ぐらい呼ばれてるんだけど、早く乗ってください。ファーストクラスではないのでご得です。JAL 初めてなのかもしれない。私は飛行機に乗るときは窓側の席が大好きなんだけど、今回窓側だったから嬉しかった。 JAL なのでもちろん前にこのテレビのやつがあるし、隣が人いなかったの。もう本当に最高。飛行機が飛び立ってからちょっとしてお菓子タイムということでお菓子が届きました。これ後ろ見たら亀田製菓だったの。つまり柿ピーのお菓子ってこと。やっぱり飛行機に乗って食べるお菓子は一味違うっていうか、もう全部美味しく感じる念願のご飯が届いたよ。このご飯がもう飛行機に乗る時の醍醐味だと思うの。たまにこれ頼まない人いるじゃん。その分の権利私にくださいっていつも思うんですけれどもはい、こんな感じです。いろいろ副菜もついててすごく美味しかった。これね、撮ってる時もめちゃくちゃ揺れてて、冗談抜きでこのぐらい揺れてた。本当に食べれませんって感じだった。ネットフリックスとかで事前に映画をダウンロードしていて、韓国のパワーヌって映画を見てたんだけど、もうこの時この映画がやばすぎて誰にもね周りに共感できなくて、もう早くこの感想を言いたくてしょうがなかった。どんでん返しがあるのかなと思ったら、ちゃんとなんかクラシックなラブストーリーでキュン、マジでキュンだった。バンコクに着きました。もう顔がテッカテカなんだけど、6時間椅子に座り続けて映画3本見た、また誰もいないんだけど、さっきアナウンスで外の気温が32度っていうことを受けて、今結構薄めのトップス着てるんだけど、絶対これでも暑いと思うから、ちょっとこのキャミソールに着替えたいなと思って。なんか前も見た気がする。さっき荷物を受け取りにここに来たんだけど、ベトナムに行った時はね、もう1時間ぐらいここでうろついてたの。荷物が全然来ない、やばいやばいって焦って、荷物がなくなったんじゃないかってすごい焦ってたから、ここのゾーンはいつもすごい震えながら来てるんだけど、今日は荷物がすぐ来たからもう安心で、今日本との時差が多分2時間ぐらいかなあって、で今16時だからまだ楽しめる時間は存分にありますので、今から急いでホテルに行って全てを着替えて外に出るっていうことをしたいと思います。もう今日から楽しむ。なんかね、 QR コードをタイに来る前になんか設定してて、それをどこで見せればいいのか分かんなくて、まだ見せる機会ないから、いつ見せるんだろう。なんかいい島のお店がいっぱいある。ここがタクシー乗り場かな。今どこか分かんない。出口がどこか分かんない。あれ、意外とそんな暑くない。すでにタイの熱気と音がすごいんだけど、空港の1階に降りてからここの4番目っていうゲートがあって、まっすぐ行ったらグラブ乗り場があって、そこの C っていうところで私は今から呼びます。なんか普通のタクシーを呼ぶのもいいんだけど、それだとぼったくられたりした時に確認できないじゃん。だけどグラブだったら最初に値段が決まってるから、グラブでやった方がいい。呼びます。何円すんだろう。なんか音がすごいんだけど、誰かがさ笛を一生懸命鳴らしてるんじゃないかってぐらい大きな音が鳴り響いてますね。
着くらしいんだけど、10分あるならジュース買おうかなとかちょっと思ってきた。ATM でお金下ろそうかな。そうしよう。現金の受け取りに成功しました。2000バーツで約1万1000円ぐらい。これと待って、3分後から6分後、もうなんかぐるぐるしてる。この人があと6分後に来るので、急いでたらこの辺のタクシーを捕まえちゃった方が早いかもね。めちゃめちゃタクシー取ってるから。無事ホテルに到着いたしました。ホテルマンの方がスーツケースをもうね上に持ってって手ぶらでいいみたいなやつあるじゃん。あれをやられてしまってカメラが撮れなかったんだけど、今来ました。見て、なんかすごいビューが。ここにテレビがあって天井がすごい高いので、ここにベッドがあって、ここで寝たら景色を見渡せるっていう最高のロケーション。なんかちょっとここが丸くなってるのがいいよね。でここにこういうのもあるんですか。電子レンジがあるの初めてなんだけど、一軒家のキッチンぐらい大きさあります。で絶対こことか使わないけども、こういうのもあって、でここにもなんかいろいろ置いてある。これにもらっていいやつだ。こういうお菓子があったりだとか、こういうのがあったりだとか。冷蔵庫開けてみます。こっちか。はい、謎の感覚。何が違うんですか、この水と水は。謎の感覚で物が置いてありますすごい。この景色でここにシャワー丸見えじゃん。全て見えてるけど、とにかく天井が高くてめちゃめちゃいい。快適、最高、嬉しい意外ともう夜っていうか夕方の5時なの。てかもう6時になるのね。だけどすごい明るくてお腹すいた。一旦食べます。レイズ、これレイズだよね。 S がないけどこれ S なのかな。いただきます。この2つは何なの。このおじさんみたいな何なのこれは。まず何か分かんない。何これ。ナッツかな。美味しい。あさって撮影です。本当にやばい。この2日間頑張ったところで見た目とかあんま変わんない気がしてきてて、なんか食べます。でグダグダしてたらもう夜になってきちゃって1時間経ってしまいました観光地とかはもう遅くて行けないから、サイアンっていう場所が一番街歩きにいい場所らしいので、タイの雰囲気どんな感じかなってまだ外出てないから、それを味わいに行きます。今日は気負わずちょっとだけタイを感じに行くという、そういったスケジュールで動きます。はい、じゃあ行きます。熱気がすごい。今から明るいところというかすごく騒がしいところに行くんだけど、そのためにバイクを注文したんですけど、あと3分ぐらいで来るらしい。こんなさ薄着で大丈夫かな、それが不安。着ようかな。なんかバイクの量がすごくて、多分タクシーを取るよりもバイクの方が動きやすいと思う。信号のなんか車のさ間とかすり抜けてるから。ホテルを出た瞬間の熱気がすごすぎてびっくりした。この時間がすごく混んでる時間で、私のホテルの横が大通りだったから、車で行くと混むかなと思って私はバイクにした。バイクに乗ってる人でヘルメットをつけてる人とつけてない人がいるんだけど、言えばもらえるから絶対にヘルメットもらってほしい。結構危ないから。事故りそう。めちゃくちゃ事故りそうっていうか、もうヘルメットもないしさ、大丈夫？
休憩させて。めちゃめちゃ疲れた。今から行きたいお店はこの目の前にあるこちらのお店です。でもここにたどり着くまでに10分ぐらい歩いたし、なんかお店自体が結構入り組んでる。このお店は可愛いローカルブランドとヴィンテージのものが売ってる場所。ヴィンテージの部分は日本製のものも結構多くて、私は買わなかったんだけど小さいお店にセレクトされてあったのすごい見やすかった。プリキみたいなのがすごい多い。プリキ、韓国プリキみたいなやつがめちゃくちゃある。レストランにやってきました。さっきまでもうちょっと遠いところにいて、ホテル直結の施設のレストランに来て、今からこれを書きます。もうよくわかんないけど、このレストランはタイで有名なボートヌードルという麺のお店。この時はタイの金銭感覚がわからなくて頼んだんだけど、ここは高級なお店だったらしい。でもね、この麺が本当に美味しかったの。牛肉もホロホロでパクチーもたくさんあったし、量がちょうどよかった。めちゃくちゃ美味しいです。ここのショッピングセンターのフードコートがめっちゃ有名らしいからちょっと歩いてみます。でもあと20分で終わるからちょっと急ぎたい。デザートいっぱいある。フードコートで今からマンゴースティッキーライスを食べるんだけど、8分でこれを食べたいと思います。で、私食べたことなくて、なんかご飯とマンゴーの組み合わせが意味わからなすぎて全然手つけてなかったんだけど、ここのマンゴースティッキーライス美味しいらしいから新鮮そうだし。いただきます。ちょっとやめます。どういう味がするのこれ。どうやって食べればいいの。いただきます。これ別で食べるもんじゃないの多分。結構ご飯だね。スティッキーライスはもち米にココナッツソースがかかっていて、マンゴーと一緒に食べるっていう感じ。ちょっと和菓子っぽい感じがある。和菓子結構お米使われてるじゃん。なんかニュアンス感じる。美味しい。何にしたのこれ。170円だってこれ。こんなに安いの。でここショッピングモールで1階から5階まであるので、5階がフードコート。マジで全部終わっちゃった。悔しい。もうちょっと早く行けばよかった。そしたらこのショッピングセンター楽しめた。私のホテルはもうここのビルの上だから、なんで私下行ってんだろう。じゃあちょっと場所ミスったかもしれない。やっとすっきりした。髪を乾かさないといけない今から。タイに来て一番驚いたことを言わせていただきます。いい匂いするの。本当に香港がすごいいい匂いした。香港の空港もいい匂いしたし、街歩いててもなんかいい匂いして。柔軟剤なのなんかわかんないけど、今日は、着いて初日だから、なかったようなもの、初日にしては楽しめたんじゃないかなって思います。めっちゃ弱いんだけど。乾くわけないよねこんなんで。こっちだよ。準備終了いたしました。朝の準備に成功して、今8時だから11時頃から観光客の方がバーッと押し寄せるらしいから、今はもうチャンスだから今すぐ行きますもうタイはね、いい匂いのする国だから、私も匂いをつけていこう。
今駅をずっと探してたんだけど、地上じゃなくて地下のメトロに乗って一回乗り換えて行くらしいから、もう本当にね、電車がさっき難しすぎてやばかった。こんな画面でイングリッシュにして今ここにいるんだけど、こうやってこピッと押せばできますので、私ゲットしたので、多分これめちゃめちゃ難しいじゃん。タイの電車が難しいって誰も教えてくれなかったんだけど、でもこのコインをゲットしたので今から行く。さっきまで満員電車ぐらい人がいたのに今誰もいない。ねえ、私の求めてるタイが全部この街にあるかも。こののどかでゆったりした感じ求めてました。最高。タイはお寺が有名で、この日はバンコク三大寺院を見に行ったよ。近くにはチャオプラヤー川っていうタイの中でもすごく大きな川が流れていて、緑が多くて時間がゆっくり流れているような感じだった。トムヤムクンの麺みたいなものが来ました。辛くないのにしてって言ったのが来た。トムヤムクンのスープ、朝ごはんにトムヤム味のスープの麺みたいなものを頼んだんだけど、酸味とスパイスがあってすごく美味しかったの。なんか一軒家の中にあるお店みたいな感じでオープンだったんだけど、エアコンがなくてめちゃくちゃ暑かったでも味はすごい美味しかった。お寺に行く前でローカル系の朝ごはんを探している方にはおすすめです。美味しいご飯を食べた後はバイクを走らせてお寺まで向かってた。この辺りは建物が伝統的なものが多くて、見てるだけですごい楽しかったの。まずはじめにワットポーっていうところにやってきたよ。ここは巨大なネシャカ仏があることで有名な観光スポットで、それを見にやってきました。ネシャカ仏の前にもいろいろ見たんだけど、作りがすごくない？これ見て。これは仏塔って言うんだけど、お皿とか陶器の破片でできてるんだって。近くで見てみるとめっちゃ細かいの。噛まれてます？あ、いっちゃった何してんの？想像した以上に今ちょっとパワーを感じる。見て、めっちゃ美味しそうじゃない？次に行ったのがワットアルン。川沿いにあるお寺で暁の寺とも呼ばれているよ。夕方に行ったらすごく綺麗なんだって。ここもたくさんの仏塔があって、一番大きいのだと75メートルもあったの。もう高すぎてびっくりした。ヒンドゥー教の文化が混ざった感じで、ここでしか見られないものが多くて、もうとっても満足でした。私の足が限界って言ってるので、今からマッサージに行きます。ちょっとだけ移動してきたんだけど、ここもすごい可愛い。こういうね、静かなところの方がタイを感じる。ちょっと私がいるところは都会すぎるかもしれない。マッサージこれかな。タイで初めてマッサージを受けたんだけど、もう最高すぎたから絶対に行ってください。タイはマッサージがすごくお手頃な価格でいろんなところにあるんだけど、ここはなんか誰もいなくて私一人貸し切り状態だったの。足のマッサージを1時間やってもらったんだけど、お寺で歩き回って疲れた足が一気に回復しました。マッサージ終わった後にバナナとお茶を出してくれたんだけど、これも良かった。なんかホスピタリティを感じたし、バナナが食べたことない味がして、なんかちょっと丸い感じなの。シルエットが丸くて新しくて面白かった。さっきね30分のプランにしようと思ったんだけど、空間が良すぎて1時間にしたら、なんかヘッドマス肩とか背中とかちょっとやってくれて、それが多分プランに入ってたのか分かんないんだけど、300バーツだったから1600円ぐらいかな。1600円とは思えない。もう最高すぎた。そしてもう全体的に1時間しっかり休んだからすごい元気になりました。もうリセットされた。今から美味しいパッタイのお店が近くにあるらしいから、そこに行く。
バックパッカーとかが来るような場所らしい。さっき調べたらそんな感じだった。本当の癖が強すぎてさ、理解できないんだけど。どれ？来ました。レモネードみたいな感じかと思ったら、私の思ってたレモンソーダじゃなかった。もうどうしてもパッタイが食べたくてここのお店に入ったんだけど、ミシュラン獲得してるらしいの。だからなんか私の思ってるパッタイじゃなくて、もうちょっとアレンジされたこのレストラン独自のパッタイみたいなのが来たの。あとレモンソーダを頼んだら、このかき氷ぐらい赤い飲み物が来た。値段はタイの普通のレストランと比べたらちょっと高いんだけど、でも美味しかった。カリカリの豚肉が入ってて、多分結構お肉が多い系のパッタイなんだと思う。私パッタイといえば平べったい麺を想像してたから、これは春雨ぐらい細いのね。すごい具沢山で、いつもと違うなんかスペシャルなパッタイって感じで美味しかった。さっきパッタイのお店行って、そこから移動しようと思ってるんだけど、タクシーがあと6分で来るからちょっとここで待ちます。さっき水買うためにね、セブンイレブンに行こうと思ったんだけど、セブンイレブン遠いから近くになんかドラッグストアっていうか文房具屋さんみたいなやつがあって、そこに寄ったら宝だったから、絶対みんなそういうとこ寄った方がいい。なんかデッドストックに昔のステッカーとかノートとか売ってたりするんだけど、帰ったものを紹介します。1つ目、タイのステッカー。2つ目、オッパ。多分これさ、韓国のアイドルじゃん。いつのメイドインコリア。これを見つけた瞬間に買っちゃった。バイク乗ってた時毎回思ってたんだけど、もう横との距離が近すぎるの。建物も近いし、自転車とか歩いてる人とか車とか全部近いし、どんなに細い路地でもギリギリまでバイクで行くからありがたいんだけど、すごい危険だった。ここが古い中国式の建物で200年以上も前からあるんだって。もうここだけ時が止まっているような感じだった。カフェ利用もできるから、私はね別のカフェに行こうとしてたんだけど、ここに行くことにしたの。ねえ、最高の場所だった。カフェね、利用しないと思ってたけど、やばい。ここになんかプールみたいなの撮って、貸し切りなんだけど、エアコンとかはないけど扇風機があるから全然大丈夫。夜は友達と合流して川沿いのすっごい素敵なレストランに連れてってもらったの。もう観光客の方ですぐ埋まっちゃうぐらい人気のお店なんだと思う。今からこのポメロサラダとこのわからないドリンク、It's so heavy 飲みます、これを。この飲み物の名前忘れちゃったんだけど、確かお花のお茶だった気がする。日本で飲んだことのない味がしてすごい特別だった。じゃあこれ食べます。Because of the light? I think so. 美味しい。美味しいです。ここでおしゃべりしながら目の前のクルーズ船が行き交うのを眺めてたんだけど、それもすごい楽しかった。夕焼けの時間になってね、空を見ていたら太陽が沈むところを見れたの。もうロケーションが最高だから、特に窓側の席を進む。ご飯はココナッツのスープとエビのチャーハンかな、そういうの頼んだ。特にココナッツのスープがねめっちゃ美味しかった。おはようございます。3日目となったんですけど、昨日もう疲れすぎて動画撮ろうかなと思ったけど爆睡したので今から撮ってるんだけど、今日はホテルを
変えて別の場所に行くんだけど、昨日は川沿いの場所で観光しててパッタイ食べたりとかすごい楽しかったんだけど、その昨日行ったパッタイのレストランのめちゃめちゃ近くなのね。私が想像してたタイのゆっくりした雰囲気がそのままあった場所だから、それ行くのがすごい楽しみ。今スーツケースに全てのものをバンって入れて、見た目が終わってるんだけど、タイで有名なタイティーのチャラトムっていうお店が大好きすぎて朝から買いに行った。こういうショッピングモールの中にあったりするんだけど、取り組みすぎて全然分かんなかったから10分ぐらい迷ってた。また買っちゃった。これ美味しすぎる。これ今お洋服屋さんに向かってるんだけど、こういう室内の中をマップでね表示させられたりして、本当に着くのかなっていう、分かんない。店が多すぎてどれがどれだかちょっと難しいです。トレスここにあります。これロレックスの横にある。ローカルのタイのブランドが入ってたりして可愛らしいからちょっと行ってみます。トレスっていうお店に行ったんだけど、私がバンコクで行ったショッピングの中で一番ここが好きだった。タイの地元のお洋服のブランドもあるし、ハンドメイドとかキーホルダーとかアクセサリーとか可愛いものがねいっぱいセレクトされてあった。ここは建物が全部お店で1階と2階と3階に置かれてた気がする。とりあえず可愛いもの欲しいなって人はこのお店に行けば多分なんか見つかると思う。これタイ限定？日本で見たことない。ロフトアイズっていうお店もめっちゃ良かったの。この2つはサイアムにあってどっちも近いし、この周りにもね可愛い雑貨屋さんがいくつもあったの。ローカルブランドのアイテムがセレクトされてあって、値段は高めだけど品質が良くてユニークなものばっかりだったから私は好きだった。ターミナル21のフードコートで今からご飯を食べます。ガパオを買った。これがガパオライスで、これがグリルドバナナっていう初めて見たやつだからちょっと買ってみた。カロリーの摂取量やばいよね。まあいいや。フードコートでガパオライス頼んだよ。このガパオライスが300円ぐらいなのにすごい量が来てびっくりしちゃったんだけど、無事一人で完食しました。味は日本よりも濃くて結構辛かった。本格的な味ですごい美味しかった。ここのフードコートはまず現金をカウンターのお姉さんに渡して、そしたらカードがもらえるの。そのカードでお支払いをするっていう感じで、現金を直接使うことはできなかった。多分クレジットカードも使えないと思う。特にこの窓側の席がすごく良くて、人がたくさんいるからお昼時よりちょっとずらしたら人がいなくていいかも。焼きバナナっていうのを初めて見て買ってみたんだけど、これ結構美味しかったです。ココナッツソースみたいなのがついてて、それをかけたらもう最高だった。結構美味しい。これ日焼け止めを塗るのがめんどくさくてずっと UV パーカー着てる。ユニクロの UV パーカーを持ってくる。本当におすすめする。もうね塗り直すのが大変なの。顔がやばい。このブランドをねずっと SNS で見てて行きたいなと思ってたら、ホテルの目の前にこのコンセプトショップみたいなのがあって行ってきたの。そしたら誰もいなくて、私一人でこの可愛いお店の中を見ていて、もうとにかくお店の中が女の子の理想の部屋みたいな感じ。ソファーとかもあって店内がすごい可愛くてテンション上がった。今タクシー頼んだの。そしたら16分かかるって出てきて、16分はさすがに待てないのでキャンセルします。ごめんなさい。10分になったちょっと課金したけどね。見て、そこら中に鏡があって、こういうなんかすごいシックな感じ。ここに鏡があって、でここにありえないぐらい大きなベッドがあって、ここにテレビがあって、景色どんな感じでしょう。見てみよう。川がね目の前にあるの。今夜だから全然見えてないけど、ここでお散歩することが可能ですね。散歩するにはすごいいい場所。ちょっとだけプール入りたいな。分かった、ちょっとだけプール入りに行きます。変更します、全てをプールをちょっと見に行ってから散歩しに行く。それが一番優しい。誰もいない貸し切りのプール。めちゃめちゃ前工事してるけど、意外とプール誰もいない
このドラマなの？前からナイトプールに行きたいなと思ってたんだけど、東京だとなんかホテルのギラギラした感じしかなくて諦めてたのね。だから今回タイでついに入ることができましたしかも貸し切りで DJ の BGM 付き、なんか奥にバーがあって、そこで DJ 兼バーテンダーみたいな人がずっと曲流してくれてた。ナイトプール初めてなんだけど誰もいないの。ホテルの真横にここにね、スイカが売ってて買いました。20バーツだから100円ぐらい。サラダ食べたくて適当に入った店が、レビューが Google マップで1万で 4.9 みたいなすごいところだったし、店員さんが全員なんか陽気でめちゃくちゃいい感じだった。パパイヤサラダなんか少ないと思ったけど別に量多かったっていうか、すごい大きい。明日から仕事が始まるから今日はヘルシーな夜にしようと思ってサラダとドリンクを頼んだんだけど、サラダの量が意外と多くて、で飲み物も多くて、なんか結果的にヘルシーだったかどうかわからないんだけど、でも美味しかった。タイのサラダはボリューム満点のものが多くて、それが好きなんだよね。このお店の前でドラマか映画かなんか撮影があって、それを見ながら食べてた。おはようございます。今日から仕事が始まります。もう朝の6時からメイクが始まるの。だいたい 1,2 時間ぐらい準備をするんだけど、あの時も眠すぎてずっと寝てた。この日のメイクがそばかすメイクですごい可愛かったから見てください私が想像している以上にめちゃめちゃ大きい。今回は私とこのゾウさんと一緒に撮影をいたしますこのゾウと私が友達で一緒にいろいろするっていうコンセプトだった。この子がね、想像以上に大きくて、なんかいろいろ手こずってた。思った以上に人がいます。30人ぐらいいる。大丈夫？野外で撮影した後は室内に移動してきたんですけれども、ここがすごく良かったの。お部屋の雰囲気とか家具とか可愛かったんだけど、でもエアコンがなくて、それだけ暑さだけが苦しみだったんだけど、それ以外は大丈夫だった。このお菓子ね、初め抹茶かと思ったの。そしたらパンダンリーフっていう食べたことない、なんか東南アジア限定の野菜みたいなやつだった。お疲れ様です。今日の撮影もめっちゃ疲れたもうなんか蚊に刺された気がする。もうちょっと待って、エアコンの音がうるさい。先ほど帰宅しまして、6時から10時間ずっと撮影をしていたので、ずっとって言っても待機時間が結構あったりして、いろいろ準備とかもあって10時間ずっと稼働してたっていうわけではないですけど、10時間確保されてたから、その時間はずっと仕事をしてたのね。もうそれで本当に疲れて、で帰ってきて、もう全てを洗い流して、今もう全部何もしてない状態に戻ってすっきりしてます。撮影自体はバンコクだけど、今回は中国のブランドのお仕事で来ていて、で何人来るか分かんなかったのね。でも15人ぐらいは来るかなぐらいの気持ちでいたら、現場着いたらもう30人。
多すぎるというまあ普通かもしれないけど、まあ、普通でもないか、時と場合によるけど30人いるとはさすがに思っていなくて本当にびっくりしましたし、まあ、今日は動画の撮影と写真の撮影どっちもあったんだけど、動画の撮影で全然演技みたいなことをして外でやってたから、お店の目の前でやって観光客の人とかも通る場所でやってたからなんかみたいになってたけど、もう最後の方には慣れてた。でお昼にマンゴーとペペロンチーノみたいなやつとパンダンリーフってやつが出てきて、パンダンリーフってやつ私初めて知ったのね。パンダンリーフとは東南アジアで広く使われる植物の葉っぱで、見た目抹茶のお菓子かなと思ったら全然違くて、バニラとかココナッツっぽい甘めの香りがして、新しく初めてした食べ物とかも食べたりして、もうすごくお腹空いてて、パスタとかもなんか5秒ぐらいで食べ終わっちゃってもう一個食べたかったんだけど時間がなかったので、今からチャトラム、私の大好きなタイティーを、まだ自由時間あります、3時間ぐらいあるから、今から大急ぎでバイクに乗ってチャトラム目指して向かいたいと思います。もう自由時間とかは一切なかったのね。まあでも楽しかったっていうか、すごい新しい撮影な感じで出来が楽しみ。どんな感じになってんの、私の謎の演技大丈夫かなとか思ったりしました。もう正直顔が終わってるから、もうどうでもいいということでリップだけつけます。てかあと30分で閉まるんだけど大丈夫かな。2キロ先のとこになった。ここが返品入れとこう、なかったことに。気づいたらヤワラートっていう中華街のところに来てしまっていて、現金使いたいし何かしらのテイクアウトを買いたい。ここはヤワラートって言ってバンコクのチャイナタウンがある場所。大通りに屋台料理がたくさんあって、もう景色が圧倒されるの。ネオンと人で溢れてて異国感満載です。私はね、人が多すぎてすぐ帰っちゃったんだけど、見るのは楽しい。ご飯もたくさんあったから、ここでご飯食べるのもいいと思う。道で K-POP を爆踊りしてる子がいてね、めっちゃ可愛かった。歌ってる子とかもいた。なんかパフォーマンスしてる子供が結構多いの。撮影2日目ということで、今日も朝早くから可愛いメイクをしていただいて外に出てきたよ。ただいま象が車に縛り付けられてます大掛かりなの全部。撮影現場の斜め前ぐらいのお店でタイの歌謡ソングみたいなのがずっと流れてて、バンコクの中心街と全然雰囲気が違くて面白かった。เดินหน้าไปไม่นี่แหละเบาๆฝั่งนู้นก็กลับมาเหมือนเดิมแล้ว タイのトゥクトゥクに乗りたいなと思ってたんだけど、撮影で乗れちゃった。結構いろんな人に見られたこの時この時今撮影中カメラマンの方が外に行って撮影してくれてる。多分いい感じいろんな事故が発生したりもしましたが、無事に終了いたしました。私も大変だったけど、もうみんなも大変そうだった。30人くらいずっと全員が動いてる状態で、もう本当に手伝ってくれた皆様ありがとうございますという感じでした。夜はみんなでタイ料理食べに行ったんだけど、このレストランで食べたもの全部美味しかった。基本的なタイ料理全部テーブルの上にあって結構最高でした。
この伊藤園のジャスミン茶をさっき買ったんだけど見て、甘いの信じられない。夜は気温が下がっていい感じだったから歩いてて楽しかった。旅行に行ったらその土地の夜の散歩するの大好きだから、みんなもよかったらやってみた。夜のチャイナタウンも行ったんだけどマジで人いなかった。あっという間に最終日。実は昨日で撮影終了予定だったんだけど、時間が押して今日の朝も撮影することになったの。もう最後の3日間の時間感覚あんまなかったんだけどVlog も撮り忘れてた。最後に空港でパッタイ食べたの。横に日本人の方が座っていて、ビジネストリップっぽかったんだけど、斜め前の男性がこの前仕事で会った人にめっちゃ似てて、その人よく海外出張するって言ってたから本人かなとか思いながら食べてましたなぜか唐辛子をかけすぎて若干苦しみつつ食べきった。私の初めてのバンコク一人旅どうでしたか？結構長い動画になっちゃったけど最後まで見てくれて本当にありがとう今回の旅はいい感じに動けてもう大満足。今度はもっとゆったり観光できたらいいなって思った。じゃあ最後まで見てくれてありがとう。また次の動画で会おうね。ご飯食べてゆっくり寝てね。じゃあバイバイ。